はい、皆さん、こんにちは、ファナムです。今日はですね、朝鮮時代の一番核となる、内容でヤンバンという内容についてお話をしていきたいと思います。これはですね、支配階級のことではあるんですけども、もっと根本的にはですね、朝鮮時代のその倫理哲学とかなり結びついている内容でもあります。それは何かと言いますと、やはり朝鮮時代というのは儒教一色だったということです。これを知ることによって、日本と韓国の、韓国というか朝鮮とのですね、違いというものがよく分かってくる内容でもありますので、そういう意味ではこれは朝鮮半島の、いわゆる文化の核であると、根であるというふうに考えていいと思います。でまずですね、このヤンバンというのはどういう漢字を書くと言いますと、両藩というですね、こういうちょっと見えるかわからないんですけども、このように書きます。でこれはですね、ヤンバンというんですけども、両って書きますから2つあるということなんですけども、文番とですね、それから武番というですね、武士の階級の2つあるということです。で、ここでまずですね、このパク・チヨンという人が書いた短編小説の中にですね、ヤンバンデンというそういう小説があるんですけれども、その一節をですね、まずこの中高校生のための朝鮮中国の歴史からですね、見ていきたいと思います。ヤンバンは常に午前4時頃起きる。いつもかかとを合わせて尻を支える座り方をして、膝は絶対に崩さない。目はいつも鼻の端を見つめるようにすると。咳は小さく、唾は飲み込み、手洗いは手のひらをこすらず、召使いを呼ぶときは声を長く引き伸ばして、歩くときはゆっくりと足を運ぶ。食事のときは必ず冠をかぶり、汁は音を立てて吸ってはならない。このようなですね、内容で書かれてあって、これを読んでですね、もうヤンバンにはならないというようなことで平民が話したという内容なんですけども、このようにしっかりですね、ヤンバンとしての生き方、生活の仕方というものが決められていたというふうに言われているんですね。でこのヤンバンというのは先ほどその支配階級と言いましたけども、大体どのぐらいの人数だったかと言いますと 2% しかいなかったということなんですね。ですから他はもう 98% はじゃあ平民だったということになるんですけども、この朝鮮時代はですね、平民、これを三民と言ったんですけども、常の民というふうに書くんですけども、これが大体占めてはいたんですけども、その他にですね、ヌヒという奴隷の人たちもいたんですね。そういった人たちを使いながらこの、ヤンバンという人たちはですね、支配のその土地とかですね、人々たちを治めていたというふうに言われています。ですから朝鮮時代というのは、差別社会であったと、かなりのその差別社会で、それ以降はですね、ヤンバンが 5% ぐらいには増えたんですけども、それでも他は普通の人ということで、高い税をですねもう納められたりとかですね、そして、士農工商にあたる農工商の人々は、大体中人というですね言われる人たちで、そういった人たちも結局は、税を納めるんですけども、このヤンバンというのは私たちがもしかして知ってるかもしれないですけども、科挙というですね試験があるんですね。でこの試験を受けることによって、ヤンバンになっていくということが最初のうちだったんですけども、最初はですねこの文官、それから武官、技術官というですね3つの、こういった管理の職があったんですけども、だんだんその朝鮮時代が下に下るごとにですね、この武官とか技術官がなくなって文官だけになっていったということなんですね。でこの文官になるためにはですね、本当に小さい頃、大体5、6歳からもうですね、受験勉強を始めなければならないということで、ソダンとかですね、それから学童とかですね、それから
ヒャンギョとかですね、こっち地方に行ったらあるんですけども、そういったところにもう、今でいうその学習塾ですよね、そういったものに通って、そして学校に行かないといけなかったということで、かなりのその財政力っていうんですかね、その家柄もよくなければなることができなかったということなんですね。ですから韓国ではですね、その家系図みたいなチョッポというのがあるんですけども、これをとても大事にしています。それはやはりこういったその家系の中にやはりヤンバンが出ている、それから武漢が出ていることにおいてとても誇りに思うんですね。ですからとても韓国というのはやはりその家柄先祖との関係ですよね、そういったこともとても大切にしていく、そういう文化の風土があります。ですから自分のその家族とかですね、親族というものに対するその団結力ですね、そういうものがとても重要になってくるんですね。でじゃあそれはどこから来ているのかと、ここからがとても大切なんですけども、これはですね、先ほど私が朱子学というですね、朱子学ですね、これも要するに儒教の一つなんですけども、儒教というのはですね、儒学、いわゆるそのテキストをただ単にその暗記して学ぶというところからですね、だんだんその理論的にですね体系化していくんですね。それが宋の時代の、中国ですけども、朱子ですね、朱子という人が、その人が体系化したものが朱子学として朝鮮に入ってくると。そしてそれがですね、国のものとして、体系化していくんですけども、それはどうして体系化しなければならなかったかと言いますと、それは仏教とのその対立なんですね。ですから仏教に対してどれだけその対立できる、そういった理論武装ができるかということで、朱子学で、その朱子学というのは基本的に大きくですね、この理論の理とですね、それからこの、元気の気ですよね、この理と気が合わさることによって一つのこの、完成したもの、人間で言えばですね、人格者となっていくんだというような教えなんですけども、これが理がどのくらいあって気がどのくらいあるのかということに対するその一人一人の考え方、それから派閥の考え方によっても違ってくるんですね。特にその朝鮮においてはですね、そういったその考え方の違いによって派閥、フング派とかですね、サリン派というようなそういった派閥が出てきていくと。その派別が理論その闘争のその理論闘争ですね、それことによって負けるとですね、どこまでその処罰されるかといいますと、死刑されたりとかですね、処刑されたりとか、それから島流しになったりとかですね、そういった悲惨な状況にもなった人がいたというんですね。ですから理論武装をして、そして理論闘争をすることに明け暮れていくと、政治がですね、そういう状況になっていったっていうんですね。でこれはですね、もっともっとその面白いのでですね、この朱子学をですね勉強するにはですね、こういった朱子学の陽明学というような本もありますけども、この梶信行さんというですね、儒教とは何かとかですね、家族の思想、これをですね一度読んでいただくことによって、朱子学というのがどういうものなのか、そして日本との関わり合い、そして私たちとのですねその生活ともですね関わっている内容がここに秘められているんですね。これはこの本の中で言っているのはですね、この人が死ぬことによってこの根と白に分かれるというんですね。でこの根と白というのはこれ死体、死体ですよね。でそれを韓国ではですね焼くことはないんですね。自然葬というか、そのお墓を山の中に埋めて、そして先祖代々ですねそれを祀っていくということなんですね。それはどうしたかと言いますと、この魂というのはですね死ぬことによって永遠に生き続けて、そして私たちが祀ることによってまたやってくると、またその再生していくというような教えがこの朱子学の根本でもあるというふうにこの梶信行さんは言っています。それは仏教ではないということですよね。ですからこういったですね魂とかですね白という考え方によって、理論的なそういった武装も含めてですね、韓国ではそのこの朱子学
というものを、とても重要に考えたいと。そうすることによってその一家ですね、この家柄とかですね、家の団結とかですね、士族の団結が図られることができるということで、とても強い内容であったんですね。で、こういった内容が今にも、生きているわけですけども、やはり韓国というのはその死体というものをですね、なるべく焼かないで、そして今まではですね、そういった山に、お墓を作っていくというようなところにおいて、先祖代々のですね祭り、チェサとかですね、そういったものをしてきたということですね。でもう一つ面白いのは、先ほどの中人というですねクラスがあったんですけども、こういった人たちは例えばですね医者とかですね、法律家とかですね、通訳とかですね、そういった人たちなんですけども、こういった平民の中でもそれでもまだ少しはですねランクが上だったので、今でもですね、この師というですね、教師とかですね、それから弁護士とかですね、医者とか医師とかですね、そういった職業がとても尊ばれるという社会になっているのは、こういったところから来ていると。もちろんその科挙というですね試験によって合格することによって、生涯安定するとかですね、それから家族にも誇らしくできるというところもあるんですけども、こういったところから今もなおですね、そういう医師とかですね、弁護士とかそういった人たちに対するその憧れというのがあるというふうに考えることができます。そして日本と対照的かもしれないんですけども、この芸人とかですね、それから手工業者というのは貴賤というですね、チョンミンとかですね呼ばれて蔑まれていたというところがあって、それはいつ頃までそうなっていたかというと、大体もう20世紀の初めぐらい、そして完全に終わったのがですね解放後、日本で言えば戦後ですよね。その辺りからようやく平等になっていったということなので、やはりまだまだその韓国のその歴史の重さからするとですね、そういった考え方が残っているんじゃないかというふうにも考えることができます。とにかくですね、日本と大きな違いにおいて、この朱子学というものが韓国の重要な朝鮮ですよね、朝鮮の重要なその理論の根っこになっていたということを考えるとですね、日本と大きな違い、私が前回のですね動画で日本がですね与えられたその身分、与えられたそのものに対する職業に対して生涯やっていくというものではなくてですね、ここではですねなんとか自分の力で、そして、こういった理論武装をしていくというところにおいてはかなり違う国の風土であるんじゃないかというふうに考えられます。今日はですねこのヤンバンという内容についてお話をしました。それでは今日の動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。